どうもこんばんは。青さんの休日の青さんです。去年の秋に立ち上げたビオトープですが、メダカが入った状態で冬を迎えるのは初めてになります。アクアリウムショップの方のアドバイスやいろいろな方の動画を見て学んだ知識を生かし越冬対策を行います。発泡スチロールで立ち上げたビオトープですが、越冬には非常に向いているらしく、分厚いので保温性が高くおすすめの素材です。それでは越冬対策の動画をお届けします。最後に私が注意している点をまとめてお伝えいたしますので、ぜひ最後までご視聴ください。現在メイン水槽にいる以前からの生き残りのニシキメダカはこのままメイン水槽に残すことにしました。そして今回行った越冬対策のまとめは、水の量は常に多めにしておく、多すぎる水草の除去、夜間は蓋をする、枯葉を投入する、ビニール傘を刺す、以上になります。一つずつ解説しますと、まずは水量について。水量は常に多い方が水温が下がりにくくなり、水質の悪化もしにくくなります。発泡スチロールのビオトープは水温もある程度保てるため、水蓮鉢などに比べると蒸発で水量が下がるスピードも早まる可能性もあると思っています。続いて水草の量についてですが、水草が多すぎると夜間の酸素量が減少してしまいますので、後にお話しする夜間に蓋をするのと少し関係しています。夜はビオトープに酸素を供給しにくくなるため、多すぎる水草はある程度除去しました。そして夜間はビオトープに蓋をします。水草の光合成もなく、夜間は気温が下がりますので、ビオトープ内の水温を保つために蓋をしています。
最大2、3度は変わるみたいなので、おすすめの対策方法です。少し前から毎日実践していますが、今のところ全く問題なくメダカたちは元気に過ごしています。そしてよくある越冬対策ですが、ビオトープに枯れ葉を入れました。オースフィッシュさん曰く、水が汚れるため枯れ葉は入れなくても大丈夫との教えをいただきましたが、アドバイスをいただいた時にはすでに枯れ葉を10枚ほど入れており、帰ってから枯れ葉を5枚抜きました。確かに枯れ葉を入れてから水が若干色づいた気がします。そしてうちのメダカは全く枯れ葉の下には行こうとしません。今後枯れ葉の下に隠れることもあるとは思いますが、この対策はそれぞれの判断でいいのかなと思いました。最後に、私の家のビオトープにはビニール傘を差しています。以前の動画でお届けいたしましたが、ビオトープに雨を入れないために差しています。光を取り込むこともでき、鳥害対策にもなると思い傘を差しています。越冬対策をすることにより、少しではありますが根拠のない自信が出てきました。毎日様子を見つつ今年の冬を乗り切りたいと思います。この動画はシリーズものとなりますので、続きが気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あおさんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。